こんにちは、タカロットです。今日は墨肉多層盛り3パス仕上げの解説をしたいと思います。脚長 12mm を出すときに中にステパスを入れてから仕上げを2パスで走るやり方があります。もちろんこれも全然大丈夫なんですが、僕の個人的な好みで脚長 12mm を出すときは3パス仕上げでやっています。そんな中でステパスなしで3パスで仕上げる力技やステパスを1回入れてからの3発仕上げをする方法があります。もちろんこれができる人は全然大丈夫です。それが難しい人はこれから解説するやり方をすればうまくいくと思うので最後まで見ていってください。まず3パス仕上げの理想と難しいところとうまくいかない原因を解説します。3パス仕上げの理想は形で見た時にここの長さが統一されていたら綺麗に見えます。例えば脚長 12mm の場合は一番下が 12mm、 真ん中が 9mm、 上が 6mm の 336mm の間隔で盛れたら綺麗に見えます。これがバランスが悪くなると綺麗に見えません。その原因なんですが、3パスそれぞれの速度が違うこととビードの漏れ方が悪くなっていることが考えられます。まず一気に3パスで仕上げる場合は下、真ん中、上それぞれ速度が違います。上級者は余裕って思うかもしれませんが難しい人もいます。また角度によっては真ん中のビードが斜めについてしまいます。その結果3パス目が垂れてしまいます。前置きが長くなりましたが、いろいろなやり方の中で簡単で綺麗にできる方法を紹介します。まずステパスを2回入れます。この時に脚長は 7mm くらいを意識してください。それから3パスで仕上げます。仕上げ1パス目、狙い位置です。ここに被らないようにしてください。ここに被らないことによって次のパスの狙いがすごく見やすいです。仕上げ2パス目、狙い位置です。全パス横ウィービングで大丈夫です。狙いがすごい見やすいと思います。プールが壁につくかつかないかくらいのスピードで走ってください。そうすることによって斜めにつかずしっかりした土台が作れます。仕上げ3パス目、狙い位置です。土台ができているので垂れることはありません。このやり方のメリットは仕上げの3パスともほとんど同じ速度で走れること、2パス目がすごく見やすいこと、2パス目の土台がしっかりできているので3パス目が垂れにくいことです。それでも難しい人は電流を落として速度に慣れてから徐々に電流を上げていくとうまくいくと思います。やり方は人それぞれなので自分に合ったやり方を見つけてください。少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。